今日は給湯器の水漏れをある意外なもので直せたというお話をしたいと思います。画像を交えながら説明していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ガス屋さんからいただいた紙に製造年月ありますが、2004年の新築時から設置してあるので、この情報は間違いです。コロナの影響でメーカーにも小売店にも給湯器の在庫がないといった状況です。毎日使用するものですし、ガス屋さんも当てにならない。これはもう自分で何とかするしかないですよね。一応凍結防止で通称プチプチを巻いていたんですけれどもね。2022年の1月、寒い日のことでした。ちょうどこの辺りに配管伝いのこの辺りにですね、氷の塊がありまして、と思って結露か何かかなと思ったんですけど、実はですね、この辺りから水が漏れているのを確認しました。開けて確認するしかないですよね。とりあえずネジで1、2、3、4箇所で止まってるだけみたいです。給湯器の取説を見てみますと、注意書きがいろいろと書かれております。必ずお守りください。で、分解禁止。お客様ご自身では絶対に分解したり修理、改造は行わない。異常作動して事故の原因となります。いやということで自己責任で作業開始です。当時の状況を再現しますが、給湯器の中身なんて普通見ないですよね。もっと早くに YouTube 始めてればちゃんと撮影したんですけどね。いつか壊れるなと思ってたけど、18年も持ちましたよね、よくね。たったこれだけのネジ4本で止まってます。はい、お見せしますよ。水漏れの湿気のせいで青サビができてますよね。外すとですね、中がこんな感じに、なってるんですが、わかりますかね、これどうの感ですかね。水がだいぶ長い間漏れてたみたいで、青くこれが出てます。サビがだいぶですけどね。で、この根元からこの根元から
水がね少しずつ吹き出していたので、こう白い跡になってますけど、水の耐水のパテを盛り付けて最初対応してみましたが、1週間ぐらいは良かったんですけど、そのうちまた漏れ出してきて、ですね、このネジ穴からですね、水が漏れるんですよね。でまだダメだなということで、今度は、全部止めて、水の元栓も止めました。それで水抜きもしてから、最初水抜きをせずにこれを抜いてですね、そしたら最初はね、この元栓を止めなかったんです。これを抜いたら水がダーッと吹き出しましてね、中のこの配線ダメにしまして、今度はお風呂の中のリモコンが使えなくなりましたけど、この辺のどこかに水がかかったんでしょうね。水をかけてしまったばかりに余分な出費でした。電気はわからないのでガス屋さんに急ぎでお願いしまして、出張費込みで6050円でした。以前ウォシュレットを自分で交換した時の付属品ですよね。これを取っておいたんですけど、給水管の導管を抜くと、こんな感じのくぼみになってます。もう一度給水管を抜いて説明するにはちょっとリスクがありすぎるので、これでご勘弁ください。同じく付属品にこういったパッキンとオーリングがありました。横から見て平らなのがパッキンで、丸みを帯びているのがオーリングです。実は給水管導管から抜いたオーリングよりも手元にあったオーリングの方が一回りサイズが小さかったんですけど、仕方なくそれをはめました。結果オーライで救世主オーリング様々ですね。このオーリングを給水管のくぼみにはめて給水管を元へ戻したら、ピタリと水漏れが止まっちゃったという経験を今日はお話ししました。コロナ禍で品薄でなければ給湯器を買い替えるかエコ給湯にするかという選択でしたので、少なくても20万かかっていたところを、たった1個のオーリングに助けられたといったところですか。ご視聴ありがとうございました。少しでもいいなと思った方は高評価とチャンネル登録していただけると今後の励みになります。コメントもお待ちしております。これからもよろしくお願いします。